先行サーバーでは現在、コレダタスアステリアの大型イベントが開催中です。そして今回のレポートは、コレダバージョンのチェックです。水を救う新たなアタッカー、コレダと、二次上位キーを受け取ったトロロまで、簡単に見ていこうと思います。AK-12、コレダは水のアタッカーです。新たな水らしく召喚物を持っており、車を使います。コレダと車はそれぞれアクティブとパッシブを持っており、それぞれ操作できます。召喚物らしい操作感でいいですね。コレダは非常に高いダメージを見せてくれます。水編成ではほぼグローザ14級で、新たなメインアタッカーです。特徴的なギミックとしては、味方人形1体を車に登場させることです。登場した味方は実質的にいなくなる判定になるため、一般的な編成では味方1体分のダメージを損することになります。1ターン目にスキルを使い切った弱い人形1体を登場させるような運用でも十分強力ではありますが、ミティールの固有キーの分身を登場させることが可能なので、水では完全に最大火力を発揮できます。自身の火力も高く、車に敵を引き寄せる効果もあるため、再起回廊環境でも活躍できます。それでは、さらに詳しく見ていきましょう。以前と同じく、固有名詞の場合はできるだけ省略しました。これだと車には、それぞれアクティブ、パッシブスキルがあります。まずはコレダのパッシブから見ていきます。ターン開始時に SP プラス1、そしてコレダが受けるダメージの 50%。車が肩代わりします。車が行動を終了すると、水ダメージ 10% 増加、最大5スタックを獲得。車のギアが S タスなら、追加で1スタック獲得します。マップ上にコレダと車が同時にいる場合、ダメージプラス 30%、会心プラス 15%、移動力プラス1のバフを獲得。スキルに使用後、周囲に範囲水ダメージを発動。車のスキル1使用後、車の攻撃力、会心ダメージを獲得します。様々な効果がありますが、要約すると、車と一緒に活動すると強くなり、硬くなるということですね。続いて、車のパッシブも確認してみましょう。まず、車は敵を通過し、スタン、挑発、および移動効果やデバフに免疫があります。高所へ移動することはできず、コレダのステータスを 100% 継承します。受けるダメージが 35% 減少し、ダメージを受ける前に、自身の最大 HP の 15% 分回復します。車は N、P、T、S、S プラスギアを持ちます。ギアは一つだけ持つことができます。ターン開始時は D ギア、ターン終了時、N ギア以外のすべてのギアを P ギアにリセット。それ以外はコレダのスキルでギアが調整されます。D ギアは水ダメージ 20% 増加及び移動力プラス1。N ギアはスキル使用が不可能になる代わりに、受けるダメージ 100% 減少、防御力 100% 増加。T ギアは受ける単体、範囲ダメージ 20% 減少。S ギアは水ダメージ及び会心ダメージ 20% 増加、移動力プラス2。そして行動終了時、周囲に範囲水ダメージを発動します。S ギアは S タスギア以外のギアに変更されません。S タスギアは水ダメージ及び会心ダメージ 20% 増加、敵防御力 20% 無視。移動力プラス3、行動終了時、より強力な範囲水ダメージを発動。S プラスギアは他のギアに変更されません。かなり長い効果を持っていますが、要約すると、かなり硬く、敵に妨害されずに動き、ギアはダメージ用と防御用に分かれており、おおむね状況に合ったバフを得るものと見ればいいです。それでは、コレダのアクティブスキルから見ていきます。コレダの通常攻撃は水ダメージを与えます。そして車が N ギアになります。
N ギアはスキルを使えない代わりに生存力が上がるため、車を守りたい時に通常攻撃を使います。車は一度破壊されると終わりなので、ダメージが高い環境では使ってみる価値があるかもしれません。スキル1は 150% の単体水ダメージです。パッシブでも触れた水ダメージバフを1スタック獲得。SP も1点獲得し、車は S プラスギアになります。つまり、最も強力なギアに変更するスキルですね。スキルには水ダメージバフを2スタック獲得し、自身と車の攻撃力、会心ダメージ、受ける治療が 10% 増加します。車は S ギアになります。そしてスキル使用後、パッシブの効果で範囲水ダメージを与えます。つまり、自身のダメージを上げるバフを積みつつ、少しダメージを与え、攻撃的なギアに変更するスキルです。ウルトは車を召喚するスキルです。車がないとあまりできることがないため、最初に使うスキルですね。車を召喚した後はスキルが変更されます。車の HP50% 回復及び耐性5回復効果を持ちます。車が破壊されても、スキルが召喚スキルに戻ることはありません。つまり、車の再召喚は不可能なので注意が必要ですね。これらのスキル自体はシンプルです。防御、攻撃、バフ、車の管理スキルが一つずつですね。通常攻撃は車の防御用で、それ以外はとにかく車が攻撃的なギアを獲得します。それでは、車のスキルも見ていきましょう。スキル1はこれら以外の味方を登場させるスキルです。車は登場した味方の攻撃、防御、HP、耐性、会心ダメージの 50% を獲得します。登場した味方は指定負荷及びスキル効果を無効化。実質的にマップから消える判定です。車が破壊されると、登場した味方も一緒に死亡します。このスキルは車のステータスを強化するもので、これらのパッシブ効果により、この強化されたステータスをこれらが受け取るため、全体的なダメージも強化されます。2スキルは5マス以内の敵に範囲水ダメージを与え、敵を中央へ引き寄せます。その後、スキル3を使用できます。攻撃は高低差を無視するため、再起回廊でも有用に使えそうですね。スキル3は4、8マスの距離へ突進し、範囲水ダメージを与えます。S ギアまたは S プラスギアなら、追加でダメージを与えます。シンプルなダメージスキルです。スキル2でダメージを与え、スキル3で抜け出せば、ダメージサイクル完成。車のスキルセットは、登場以外はシンプルです。敵を集める範囲技と突進技は、毎ターン使えばいいです。登場はやや特殊なスキルです。実質的に味方を1体減らす効果と見ればいいです。味方を下ろす方法はないのですが、それならこれは、車ではなく移動式の棺桶なのでは。そのため、一般的には最も弱い味方を乗せることになります。ステータスバフを得るため、これらは1人分よりも多くのダメージを出します。ただし、ミティールの6、01コユーキーには、人形であり召喚物でもある分身を1体召喚する効果があります。この分身を登場させれば人形を減らさずに済むため、これらを最大限に活躍させることができます。これにより、これらはミティールと一緒に運用するのが良いです。無凸でも OK ですね。そして有用かどうかは分かりませんが、フェアリンの固有キーのうち、死亡時に周囲の一般敵を即死させる効果とも連携できます。フェアリンを車に乗せ、車で敵を集め、車が破壊されるとフェアリンの死亡効果で敵を消すわけですね。フェアリン博士、お許しください。武器には、自身と召喚物の水ダメージ増加及び、防御虫がついています。また、味方召喚物の会心ダメージも増やします。かなり高性能な武器なので、余裕があれば引いた方がいいです。次は凸を見ていきます。角凸の簡単な効果は次の通りです。
凸の場合、生存力強化中心の5凸以外は全て有効凸です。1凸のコスパも良いですが、メインアタッカーなので、結局0、6凸が主な凸になりそうですね。コレダバージョンでパエとウーサが上位キーを、トロロが2次上位キーを受け取りました。まずパエとウーサから見てみると、破境名を保有している場合、与えダメージプラス 30%、アクティブ攻撃後8マス以内の敵1体に近接3ダメージ1回、ターン外ダメージ後対象にデバフも3スタック付与します。デバフの内容はアクティブ攻撃が刀剣攻撃の場合、1スタック消費して該当攻撃のダメージプラス 30% です。無難なダメージ増加に加え、刀シナジーを追加で支援する上位キーです。週後 20% 程度のダメージ上昇を見せる無難な上位キーです。トロロはメカニズムが変わる上位キーを受け取りました。実体召喚物を持つ人形へと変わります。テキストはかなり長いですが、要約すると次の通りです。行動終了時にドローンを1体ずつ合計3体まで召喚します。ドローンはトロロが攻撃した対象を追撃します。また、行動終了時にドローンエバフも付与します。攻撃力 5%、ダメージ 20%、会心ダメージ 5% を付与し、最大3スタック。3スタックになると、1ターンの間効果が2倍に増加し、ドローンの攻撃もさらに強くなります。それ以外に、ドローンが対象1体を3回攻撃した場合、トロロが対象の3マス範囲内にスタンを付与する機能もあります。実体召喚物を3体召喚するため水シナジーを受け、ダメージ量自体もかなり高くなりました。貫突に効いたを上回るダメージ量を見せるため、コスパの良いサブアタッカーとして活用しやすくなりましたね。水は現在、ハルタ、ミティール、コレダが主要メンバーで、余った枠にブローザ14足す粒子、トロロ、フローレンスを使うことになります。粒子は1プラス1がコスパとして知られていますが、トロロは1プラス1粒子に大きく劣りません。粒子をコスパだけで確保する予定だったなら、代わりにトロロの2次上位キーを待つのも検討に値しますね。現在、大型イベントが開催されていますが、上、中、下辺で構成されたかなり長い構成です。火花の罪の3倍程度の長さらしいのですが、ざっと見ただけでもかなりワクワクする内容に見えます。続いて実装される AR 銃をアステリアにも期待ですね。